ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいじゃ。無知をもう存分振り回して気持ちよくなりたい。ちょっとじいさん何を言い出すの？ついに気でも触れたか？そう思って何かないか周りを見渡したらあったんじゃよ。悪魔城ドラキュラ。それは無知を振り回すいいゲームがあったんだぜ。じゃろう？まさに今のわしにぴったりのゲームがあったんじゃ。というわけで早速一振りしていくぞい。ちなみに今回は尺の都合で前後半の2部作になっておる。それでは皆さん、ニンニクたっぷりの餃子をつまみにゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノゲーム万歳。それじゃあじいさん早速やっていきますか？まずはオープニングを見ていくとしよう。ストーリーなども出てくるからな。SFC 版悪魔城ドラキュラは1991年10月31日にコナミから発売になったゲームじゃ。ファミリーコンピューターで発売されていた悪魔城シリーズの続編じゃ。悪魔城シリーズはストーリー的に繋がっておるんじゃが、この SFC 版悪魔城ドラキュラは初代悪魔城ドラキュラのリメイク作品の位置づけじゃ。主人公はシモン・ベルモンド。スマブラでもおなじみのキャラクターとなっておるな。ホラーっぽいタイトル画面ね。血も滴り落ちているし、ホラー色の強そうなゲームな感じがするぜ。その通り、全体的にホラー色の強いゲームとなっている。ただ、不意に大きな音が出たりとか敵がドアップになっていたりみたいなのはないな。それではストーリーを見ていこう。なんかすごい綺麗なグラフィックね。スーファミ初期でこのグラフィックはすごいわね。当時は感動したもんじゃ。おどろおどろしい雰囲気ね。中央のはお墓なのか？ドラキュラを封印していた墓だと思うぞい。これがそうなのね。っていうか雷が落ちて壊れたじゃないの。なんか出てきたぞ。コウモリじゃないの？パタパタ飛んでいるぞ。これってもしかして封印されていたドラキュラなんじゃないの？その通りじゃ魔王の復活じゃ。魔王は100年に一度、この世の力が弱まる頃、邪悪な心を持つ人間の祈りによって復活する。そしてその復活のたびに彼の魔力は強くなる。復活するたびに強くなるとかドラキュラはサイヤ人関係者なのか？オスオラドラキュラ。過去に幾度となく、魔王はあらゆる形でこの世に復活した。しかし、魔王の全世界を暗黒の雲で覆い、闇の世に君臨しようとする野望は、英雄ベルモンド一族によって打ち砕かれたのであった。魔王がベルモンドとの死闘に敗れ、人間界から追放されて100年が経とうとしていた頃、トランシルバニアでは灌漑が続き、かつての繁栄に陰りが訪れていた。そんなある日、邪悪な雷雲が町を覆い、一筋の稲妻が沈黙の町を貫いた。その瞬間、暗黒の魔力を持つ過去最強の魔王がこの世に強力な魔物軍団と共に舞い戻ったのである。この危機を救おうとベルモンド一族の血を受け継ぐ青年シモンは人間界の解放を誓った。圧倒的な勢力に不安を抱きながらも、先祖伝来の不思議な力を秘めた鞭を手に悪魔城へと乗り込んでいったのである。ついに魔王ドラキュラが復活しちゃったのね。迷惑な話だわよ。ニンニクと十字架で対峙するんじゃないのか。鞭でピシピシやるんだな。先祖伝来の不思議な鞭でビシビシスパルタ教育を施すんじゃ。というわけで早速やっていくぞい。ゲーム進行に何にも影響しないが名前を入れる。ここはもちろんメリジーじゃ。シモンの気合が伝わってるグラフィックね。さあ、おいたが過ぎる魔王一族を再教育しに行くのじゃ。鞭一本で勝ち込みってすごい男だな。というわけでステージ1じゃ。ろうそくを壊すとアイテム出現。今取ったのは鞭強化。2段階目まで強化できるぞい。強化すると威力だけでなく射程も伸びる。ハートはサブウェポンを使うたびに消費されるアイテムじゃな。持っている分だけサブウェポンが使える。そして、今取ったのがサブウェポンじゃ。これはナイフじゃな。まっすぐ飛んでいき使いやすいが威力が弱い。さあ、いよいよ悪魔城に単独潜入じゃ。なんかスーパーファミコンの回転機能を早速使ってきているわね。シモンが潜入嫌がっているぞ。腹をくくったようじゃ。いよいよ本格的にゲーム開始じゃ。なんか骸骨が出てきたわ。魔王軍にまともな人間はいないぞい。骨とかゾンビとか腐った犬とかそんなんばっかりじゃ。さすがホラーな感じのゲームね。ステージ1はまだまだ序の口。この扉で奥側のレーンへ移動することができる。一見、レーンについてのチュートリアルだと思うじゃろ？画面の手前と奥の構成があることをユーザーに伝える親切な構成になっているわね。奥行きのある画面構成で、この先どんなギミックがあるのかワクワクするぜ。このレーンで手前と奥になっているのは、ここだけなんじゃ。
ちょっと何言ってるかわからないんですけど。このレーンで区分けされるギミックはここしかないんじゃ。そうなの？なんか今作を代表するギミックじゃないの？違う。とりあえず最初にぶち込んでおこうぜ。みたいな感じで存在している。贅沢な使い方しているわね。今取ったサブウェポンが十字架じゃな。ドラキュラの弱点なので最強の武器になっている。無知をしのぐほど使い勝手が良く威力も高い。敵を貫通して画面1往復と攻撃範囲が異常に広いんじゃ。それは強いわね。間違って違う武器を取らない限りはほぼ十字架一択となる。十字架恐るべしだぜ。そしてこれが釣りプレイ。今作は無知を出しっぱなしにできるようになり、出しっぱなしの無知にも敵への攻撃判定があるので、このような方法で安全な場所から敵を倒すことができる。しかも、これは攻撃だけじゃなく防御にも使えるんじゃ。しばしば使うことになるテクニックじゃな。ところでジジイは今回ノーコンティニュークリアを目指しているのか？そうじゃ。たまにはそういうのもいいじゃろ。さあサクサク進んでいくぞい。なんか足場が悪くなってきたわね。ここはムチを使った移動のチュートリアルがある。これじゃな。金具みたいなのにムチを当てると、指紋がムチにぶら下がり移動する。ぶら下がっている間、長さの調整、左右へ反動をつけたりすることができる。面白いアクションだな。ここって落ちたら即死でしょ？尻がスースーするぜ。まあ、この辺は序の口じゃ。よほどのことがない限りは即死にならない。生きてさえいればどうにでもなる。先ほども言ったようにこのゲームは1991年発売なわけじゃが、わしは当時まだまだ10代じゃったな。学校帰りの池袋ビッグカメラで購入したのを覚えておる。よく買った場所まで覚えているわね。この頃のソフト購入は池袋北口のビッグカメラじゃったんじゃ。今取ったアイテムはサブウェポンが同時に2発撃てるようになるアイテムじゃ。上位版に3連射というのがある。十字架3連射ってかなり強力になりそうね。ノーダメクリア失敗だぜ。鼻から狙っておらん。わしのチャンネルにうまさを求める方が間違っておる。だからどやるな。ノーコンティニュークリアを目指しているくせにうまさを求めるなとか、言っていることが尻滅裂すぎるわ。まあ、期待するなということじゃい。このゲームが出た時は SFC 初期でハード性能を引き出そうとする良作も多かったな。シリーズ人気作ということもあり期待も大きかった。おっと、これは清水じゃ。サブウェポン四天王の中でも奴は最弱。正直使い物にならない。そうなのね言うても水だしな。でもサブウェポンって5種類。皆まで言うな。懐中時計は四天王に含まれん。ひどい。あいつはボスには無効じゃ。ハートの消費も激しい無能じゃ。この先、馬の頭が地面に埋まっておる。馬だけに。当チャンネルの品位が問われるわよ。品位は横綱クラスじゃぞい。これが3連射じゃ。十字架3連射で最強になったんじゃ。ここは大きいハートが隠れている。ちょいちょい隠しアイテムがあるわね。見逃さないようにしないとね。あら馬が復活しているわね。スクロールアウトすると敵が復活するっていうレトロゲームあるあるじゃな。下のお馬さんはお行儀よく並んでいるわね。上の敵には反応しないんじゃ。特に何もないので階段を登って上のフロアへ移動じゃ。ここは即死トラップが登場する。この色の違う床は着地すると回転するんじゃ。回転するとどうなるの？下に落ちる。すごいトラップね。知らないと落ちるじゃろうな。いやらしく敵が配置されておる。何気に窓の外の背景とかバチクソ多重スクロールしていてスーパーファミコンの凄さを伺えるぞい。本当だ30スクロールくらいしているのかしら。スーファミって回転拡大縮小に目が行きがちだけど、細かいところもパワフルなゲーム機だよな。よく見ていくと随所にスーパーファミコンが当時のゲーム機の中でいかにパワフルかよくわかる。こういった多重スクロールもこれまでのゲーム機ではできんかった。メガドラが頑張って再現できるかどうかってくらい可能。そのすごい多重スクロールをさりげないところに使ってくるのね。出た釣りプレイ。使える技だな。そうそう。かなり遅れたが無知は8方向に触れるようになったんじゃ。今更か。ボスじゃ。スカルホース&スカルキング。あれナイフになっている？なぜじゃ？孔明の罠か？さっきじいさん撮ってたわよ。多重スクロールが綺麗じゃとか言っている時に撮ってたな。マジか。まあ、所詮最初のステージのボスじゃ。余裕なんじゃ。最初に馬骨の頭に攻撃をして倒すと本体が襲ってくる。本体も単調な攻撃なので冷静に対処すれば楽勝じゃ。勝利じゃ。本当に余裕だったわね。わしの手にかかればこんなもんじゃ。ジジイが調子に乗っているな。今だけよ。若いもんがわしをいじめるんじゃ。ステージ2じゃな。少しずつ難易度は上がってくるがまだまだ序の口じゃ。長そうなコースね。地面から手が生えておる。
捕まると身動きが取れなくなるんじゃ。窓ハンドね。仲間は呼ばないけどな。あと葉っぱみたいなやつ。見づらい。ユーザビリティが低い敵じゃ。敵キャラをユーザビリティで判断するって斬新だな。この雲がすごい罠なんじゃ。なんで？突然降りてくるから？いや、その手前のろうそくがサブウェポンの斧を落とすんじゃ。十字架を大切に持っていてもいきなり斧になってしまうんじゃ。あ、でもジジイは探検だったし関係なかったな。その前でトラップ回避してたわね。事前の対策がバッチリなんじゃ。ここから下り坂じゃ。ステージ1にはなかった感じね。このトゲトゲは即死トラップじゃ。そうなのね。基本このゲーム、尖っているものは即死じゃ。このゲームのせいで先端恐怖症になった人がいるとかいないとか、知らんけど。適当だわ。このアルマジロみたいなのは若干硬いわね。アルマジロだからな。さて、本作発売前には FF4 が発売になっておりスーパーファミコンの勢いはさらに加速。各社クリスマス戦線に向けて様々なソフトを投入しておったな。そんな中で悪魔城ドラキュラも発売となったんじゃ。再び上に登って森ゾーンじゃ。前のステージ比べてさすがステージ2ね。起伏に飛んできているわね。ここでホラーの定番ゾンビが登場じゃ。ホラー常連だもんね。ホラーのレギュラーだぜ。ちょっと結構体力削られているわね。まだ余裕じゃ。肉食えばすぐ回復じゃ。肉食えてえな。ブロック2の2になって一転して足場の悪いステージになったわい。これは落ちると即死？いや、ここは沼みたいな感じなので落ちても即死にはならん。なので多少は安心じゃな。そこは開発側にも優しが伺えるわね。この辺はまだまだチュートリアル的な要素が強いからな。下に落ちるペナルティは弱めじゃが足場が悪いところで敵が出る感覚を掴んでおくんじゃ。おっと最弱の懐中時計じゃ。沼に沈めておくんじゃ。扱いがひどい。下のカエルは釣りでやれる。ほんとだ。釣り有能だぜ。一瞬沼に落ちたな。すぐ出れば大丈夫。十字架と肉で一気に回復じゃな。いいものが揃っていたわね。あそこは神ゾーンだな。ここから落ちると即死に変わる。探検じゃ、いらん。得点で残り人数が増えたみたいじゃな。ボスじゃ。ステージ2のボスはメドゥーサじゃ。十字架がある場合は端っこからしゃがんで投げていればよい。終了じゃ。弱いわね。楽勝だった。ステージ2はボスを倒してもまだ少しだけ続く。お、十字架連射できるようになった。ここは水流があるステージじゃ。水の流れる方向によって速くなったり遅くなったりする厄介なステージじゃ。逆流になったわね。進むのが遅くなったみたいだな。足を取られて思うように動けん。また変わったわね。人生の流れのように目まぐるしいぜ。いや、こんなに流れが変わる人生はわしは嫌じゃ。確かにこの頻度で流れが変わる人生は翻弄されすぎな気もするわね。ちなみにちょいちょい出てくる尖った床。例に漏れず即死じゃ。
ステージ2クリアじゃ。この辺りから悪魔城ドラキュラらしい難易度になってくるな。初見殺しを散りばめてくる。そうなのね。悪魔城ドラキュラって探索型で定着したけど、昔のドラキュラって即死トラップ散りばめられているってことは、覚えゲーだったりしたのかしら？そうじゃな。少しずつステージのトラップを記憶して進んでいく感じのゲームデザインになっているな。今のドラキュラとは違うんだな。わしの感覚だと魔界村に近い。動きをパターン化して攻略する覚えゲーじゃな。十字架3連射来たぞい。これで最強じゃ。ちなみにこのステージの曲は割と好きな曲じゃ。なんとも言えない不思議な曲なんじゃ。ちょっと聴いてみてくれ。物悲しいような神秘的なような、なんとも言えん曲で好きなんじゃ。言うてもコナミサウンドですもんね。このゲーム自体、名曲の集合体みたいなもんじゃがな。ここの鍾乳洞は落ちてくる。落ちた時の破片も当たり判定があるから油断ならん。細かいところでやりに来ているな。さて来ました縦スクロール。足場悪そうね。あと足場も見づらい感じだな。縦スクロールで上に登っていくんじゃが、足場を踏み外すと画面がスクロールせずに画面外に行くとミス扱いなのが納得がいかんのじゃよ。下にスクロールするわけじゃないのね。登るほどに緊張感が増す仕様。なるべく敵は安全な位置で倒すのが基本じゃ。こういう足場の悪いステージは敵の攻撃を食らった時のノックバックにも注意が必要になるんじゃ。敵の攻撃を食らってノックバックした先に足場がなかった場合ね。そうじゃ。真っ逆さまに落ちてデザイアじゃ。恋もダンスほど夢中になれないなんてね。中森明菜とか懐かしすぎて泣けるわ。この水流が激しいところに乗るのはシステム的には大丈夫なんだけど、気持ち的に苔とかで足滑りそうで怖いのよ。確かにぬめってそうね。精神的に良くないぜ。この足場はどうやって行くの？ここはその場で一回ジャンプしてやり過ごす。無理に行こうとすると被弾ノックバックで即死ってやつね。ここから先は慎重に進んでいくぞい。高さ的にギリギリなんで常に緊張が走る。敵がいないからまだマシな感じね。本当にその通りじゃ。今のところも高さはギリギリなのね。それにしても長いわね。心を無にして登っていくのじゃ。このゲームはアイスクライマーと思いながら淡々と登るのじゃ。微妙な位置に敵が配置されているし、淡々と進んでいるが覚えて進まないと大変そうだな。タイミング合わせてジャンプとかドキドキしまくりじゃ。ようやく縦スクロールのゴールが見えてきたぞい。縦スクロールを過ぎて次のブロックじゃな。これまた足場が悪いところが続くんじゃ。さっきは沼みたいで落ちても大丈夫だったけどここは落ちたら即死じゃ。緊張感が増すわね。このちょっと色の薄い足場は乗っていると崩れるので注意じゃ。なんか魚人がいたり上から物が落ちてきたりと急に忙しくなったぞ。足場が悪い、敵がいる、敵の攻撃を食らう、ノックバックする、即死。今作のエッセンスが詰め込まれている。しかも、この後のステージは基本このエッセンスが凝縮されておるんじゃ。プレッシャーがすごそうね。この私にプレッシャーをかけるとは、というやつじゃな。違うと思う。階段の上のろうそくはナイフじゃから取ったらあかん。なんか足場がガクブルね。水が流れているところって処理落ちで遅くなるから怖いぜ。この無知で移動するのもハラハラするぜ。魚人が狙っているのも怖いわね。でもじいさんなんとかしのいでいるわね。あたぼうよ。ノックバックが怖い。今のは床が飽きて助かった。
ちょっと何やってんのよ。なんで足場の何もないところに降りようとしたんだ。いや向こう側に届くと思って鞭を伸ばしてたら、直前に無理じゃねってなって、でも、もうボタン離しちゃった。離しちゃったじゃないのよ。まあノーコンティニュークリアを目指す旅なので、許してください。気をつけろよじじい。はい。気を取り直していくのじゃ。鞭が短い。やられたからだろ。自業自得だぜ。優しさが欲しい。満腹で肉食ってからやられた。さあここよ。同じミスはいらんぞ。このわしの実力を見せてくれる。おっしゃー、やったぞー。大げさすぎるだろ。まだまだステージ途中だわよ。はい。まだまだ足場が不安定な状態が続くぞい。お前手が見えとるんじゃ。安全なところで倒すのが基本じゃ。いやーヒヤヒヤするわね。足場が悪すぎなんだぜ。仕上げは縦スクロールじゃ。縦スクロールのそれに漏れず足場が悪い。そういえば、このステージの曲はやけにアダルトな感じになっているわね。バーとかでかかってそうなジャズっぽい感じだぜ。ここのホワイトドラゴンは下から安全に鞭を掲げて倒す。一発一発は弱いけど確実に倒せるのね。ここは堅実に行くぞい。ここのカラスも階段ならノックバックをしないから安心じゃ。右の柱のろうそくにもも肉を焼いたやつがあるから食べるんじゃ。あれは鶏の骨付きもも肉よね。色的には照り焼きっぽいぜ。そしてボスじゃ。相当言うじゃ。とにかく処理落ちが激しい。この1から10時か投げて持久戦じゃ。電車がないからちまちまなんじゃ。じれったいわ。仕切ってんじゃねえぞ。ガンガン攻めろガンガン。ヤジが怖いんじゃ。まずは1匹。しびれを切らしたんじゃ。やっちゃるわい。やられてるわよ。やられてるな。結構ピンチになってない？おっしゃー勝ったぞー。結局ギリギリじゃないの。相手のいいところを引き出して最後に勝つ。エンターテイメントよエンターテイメント。そうなのね。いよいよステージ4じゃな。このステージは実にスーパーファミコンらしいギミックが満載じゃ。とにかく面白いぞい。
まずはオーソドックスな開始じゃ。この辺りは普通のステージなので淡々と進めていくぞい。十字架連射できるわね。緑の床は回転床じゃが、ここでジャンプする物好きはおらんじゃろう。ノックバックした時に反応するので被弾だけは避けたいところじゃ。そしてステージは足場の悪いゾーンへ移行する。この辺は敵も出てこないのでタイミングを取って飛び移ればよい。さあここじゃ。回転する床を回転する前に飛び移るんじゃ。うまくいったわね。ナイスジャンプ。あそこはタイミング合わせて飛ぶよりジャンプボタン連打の方がいい。この先にもあるぞい。分かっていても緊張する瞬間じゃな。次は方向転換しながらのジャンプになる。これもクリアね。ナイスジャンプだぜ。ここも被弾注意じゃ。コウモリを確実に落とす。ここもスカルナイトの攻撃を受けるとノックバックで奈落になるので、急いで始末する。そしてボスじゃ。デスブレスヘッドじゃ。飛び回る大きい骸骨なんじゃが、こっちの攻撃を受けると瓦礫をたくさん落としてくる。一応瓦礫は無知で落とすことが可能じゃ。なので真上に来てくれると楽勝モードに入る。今みたいな感じね。攻防一体とはまさにこのことだぜ。そして、このボスを倒してもステージ4はまだ続く。ミニスーファミらしいギミックその1じゃ。ここは館全体が回転するんじゃ。左のブロックが下に来て足場になるまで我慢じゃ。回転機能を活用しているわね。着地すると左右からメデューサヘッドが来るんじゃが、安全に対処する方法がある。このようにタイミングを見計らってジャンプして真下にムチ。なぜか床の中央部分で最下点になるようにサインカーブを書きながら飛んでくるんじゃ。横で倒そうとすると左右に位置調整が発生するが、この方法なら楽勝なんじゃ。メデューサヘッドを倒すと再び回転を始めるので金具に捕まる。回転ゾーンクリアじゃ。ここも実にスーファミらしいステージになっている。筒状の中を進んでいるイメージなんじゃろうな。目が回りそうね。様子ともいそうね。スペースコロニーの中ってこんな感じなのかしらね。確かに言われてみればそんな感じだな。これやってると周りを見ている余裕がないんじゃ。ノックバックも恐怖でしかない。そして伝統の処理落ちね。ここは移動する足をすり抜けつつ足場にしつつ先に進むステージじゃ。難しそうね。石の動きとパターンを把握しないと石に押しつぶされてミスとかもあるんじゃ。さすがホラーゲームだな。やられ方もエグい。このトゲも例に漏れず即死案件じゃ。この隙間にいるのケツがスースーする思いじゃぞい。確かに怖いな。ここは迷わず前に進む。
最後は縦スクロールゾーン。冷静に行けば大丈夫。ステージ4は変化が激しすぎて忙しいわね。目まぐるしいステージね。安全な場所で倒す鉄則。ここで3連射ゲット。2回目のボスじゃ。ビッグストーンじゃ。ゴーレムのような敵でこちらが攻撃を当てると小さくなって素早くなる。またジャンプして瓦礫を落としてくるんじゃ。瓦礫は冷静に見切って隙間を移動すればダメージは受けない。あと石を投げてくるが飛距離がないので無視で良い。撃破じゃ。なんか最後はちょっとゴリ押したわね。ちょっとゴリ押しちゃった。いよいよステージ5じゃ。悪魔城の外側はこのステージが最後になる。あ、ここまでは城の外だったのね。まだ悪魔城に到達してなかったのか。そうじゃ。このステージをクリアするとようやく城内に突入じゃ。このステージはどんな特徴があるの？これといって変わったものはないな。そうなのね。普通のステージが一番油断しそうで怖いぜ。鞭を持ったスケルトンが出てくるんじゃ。月風魔殿で指紋って鞭持った骸骨がいたな。逆輸入してきたんか？この階段を登るといよいよ後ろじゃ。マップが切り替わっていよいよステージ6じゃ。いよいよ城内ね。どんなステージが待ち受けているんだ？腐った犬が初登場じゃ。こやつ倒しても倒れるだけで時間が経つと復活する。しかも背が低いので、こちらがしゃがまないと攻撃が当たらん。面倒なやつね。スパルタン X で見たつかみ男みたいのもいるぞ。つかみ男は一撃で倒せるからそれほど気にしなくてよい。見た目だけの出落ちモンスターじゃ。あと厄介なのが通路にいるコウモリじゃ。基本的に無視して先に進めば大丈夫じゃ。変に構うとダメージを食らうので注意じゃ。この階段を越えると、また別の雰囲気になる。斧を投げてくるアーマーが厄介じゃ。それなりに硬いので急いで始末もしにくい。硬かったわね。先ほどと違ってアーマーに足止めされたところにコウモリが来るので対処が厳しい。うわ、もう半分も体力なくなっているわね。
まだステージ始まったばかりでこれは厳い。ここから難易度が上がっていくんじゃ。そろそろ肉が食いたいのう。そして揺れるシャンデリアを渡っていく。一見難しそうだが慣れればそうでもない。指紋のジャンプはジャンプ後も左右に位置調整ができるので冷静に対処したいところじゃな。そう入っても緊張はするわよね。しかし、シャンデリアでかすぎだし揺れすぎだろ。今、危なかったでしょ。危なかった。なぜ飛んだのか不思議じゃ。シャンデリアゾーンクリアじゃ。ここは上からシャンデリアが落ちてくるので注意じゃ。さっきのシャンデリアより控えめだわね。ここに隠し部屋があるんじゃ。犬を倒すと老人が悲しむというなんとも言えないイベントもある。肉食って回復じゃ。斧を取ってしまったんじゃ。なんか取っちゃったわね。この光るやつも倒せるのでしっかり倒しておこう。この白いタキシード紳士はすごい剣幕で突っ込んでくるが、鞭を当てるとちゃんと分かってくれてあっさり昇天してくれる紳士だ。斧が辛い。おのひでえ。なんと一気に斧3連射になってしまった。活用しまくるぞい。惜し、肉ゲット。ここも回転床じゃ失敗すると飛ぶじゃあ失敗したんじゃー。ドンマイじじい。スクロールアウトさせれば床も元に戻るから大丈夫じゃ。はい、無事クリア。ここも即死の恐怖がある中での移動だな。しかも崩れる足場って。うわー来るなー。暴れがちしたな。
おワンナップしたわね。長いステージだな。体力がやばいんじゃ。結構削られてきたわね。肉じゃあ。ここの肉は美味しいな。まだあるのか。本当に長いわ。ここを越えたらボスじゃ。テーブルは動かれると厄介なんで、動く前に対処するんじゃ。初見だと敵だって思わないわ。地味な嫌がらせをしてくるな。イチャつき幽霊は女性だけ成仏させましょう。幽霊に嫉妬するんじゃないわよ。ちゃんと両方とも成仏させてあげなさい。一人増えたな。残りが6人って安泰じゃない。いやいや油断大敵じゃ。さあ、そろそろボスじゃ。でも、さっきの場所にワンナップがあるからやられても安心じゃな。ここのボスはイチャつきカップル幽霊じゃ。ゴーストダンサーというらしい。斧を当てて頭をかち割りましょう。無事別れさせました。ナイス破局。よくやったぞジジイ。耳長いステージであった。ステージ7までやってきたんじゃ。どんなステージなの？ここからは足場がどんどん悪くなる。悪魔城の欠陥住宅っぷりが露呈していくんじゃ。安全面に考慮が足りていない欠陥住宅じゃ。オーソドックスなステージのような幕開けじゃ。この辺になると通常配備の敵もかなり硬い。再び十字架ね。今度こそ十字架を持ち続けたいんじゃ。
下方向の縦スクロールじゃな。下方向に行く縦スクロールもあるのね。落ちると即死なのか？いや、下方向は落ちてもスクロールが追従してくるので即死にはならない。ただスクロールしきった先に床がないと即死じゃな。なので、どこに床があるか知っていると大幅に時間短縮することが可能じゃ。このカラカサ小僧みたいな敵が鬱陶しいんじゃ。危な。探検取りそうになってたわね。安全にここから十字架で倒す。慎重に行くわね。よし倒したから向こう側にジャンプじゃ。どこに着地しているんだ？届かなかった。体力はあと半分になってしまったじゃないの。辛い展開じゃ。肉くれ肉。そして足場がさらに悪くなるんじゃ。ついに床がなくなり本じゃ。本は乗るものじゃなく読むものじゃないの。ひどい話ね。しかも狭い足場に敵を配置しているもんだから、足場移動の前に敵を倒す必要があったり、さらに赤い骨なもんだから急がないと復活する。本当にステージ考えた人の性格が滲み出ておるわい。不安定な足場なのにさらに忙しさが加速しているな。忙しさが音速を超えた。ようやく7の2じゃ。早く肉食いたい。ジョジョ園はまだか？じいさんジョジョ園とか見え張らないで大丈夫よ。ヒコバンバンだろ。肉食って体力回復じゃ。体力満タンね。みなぎってきた。なんか下の通路の天井に不穏なものが。あのトゲに当たると即死じゃ。そして恐怖のギミックまで備えておる。なんと床が盛り上がり強制的にトゲトゲに押し付けようとしてくるんじゃ。恐ろしい。うわぁ、キモいー。なんなのよあれ。ゲゲとかいう敵らしい。ムカデじゃな。まあ上の通路にいれば絡むことはないので無視じゃ。また体力減ってきたわね。肉くれ肉。たまには野菜も食べないとな。十字架最強。小さい肉出た。これだけじゃ足りないわね。でも、もうボスなんじゃ。あら、今までで最高にピンチな状況じゃないの？アイアンクラッシャーっていうでかい敵じゃ。しかしゴリ押し可能じゃ。3連十字架があれば左端から十字架を乱射すれば勝てる。多少の被弾にひるむ必要もない。はい勝利。ほんとだあっさり。
というわけで前編はここまでじゃ。後編はステージ8からじゃ。さらに熾烈になるステージ。楽しみにしてくれると嬉しいわね。それでは最後まで見てくれて。ありがとない。1周目なら楽勝かと思ったけど、やはり足場が悪いところのプレッシャーは厳しいんじゃ。このゲームは即死系多いもんね。ちょっと操作ミスしたら奈落だもんね。慣れてくると敵にやられるより操作ミスでミスになる方が圧倒的に多いゲームじゃな。後編も期待しているぜ。